ようございます。ミントです。みなです。7月19日日曜日の海外テックニュースです。今朝は5本お伝えします。トップはメタがアンソロピックに対して自社のデータセンターの計算能力を貸し出す方向で初期段階の協議を進めていると報じられたニュースです。今日のラインナップです。計算力の貸し借りから AI の安全性をめぐる政権内の検討、国際的な新しい枠組み、そして宇宙開発と教室にまで広がるロボットの話までお届けします。それでは1本目からです。ニューヨークタイムズが7月17日複数の関係者の話として報じたところによりますと、メタが自社のデータセンターの計算能力をアンソロピックに貸し出す方向で初期段階の協議を進めているということです。ニューヨークタイムズによりますと、規模は最大で100億ドル、1ドル150円で単純に換算しておよそ1兆5000億円、期間はおよそ2年間になる可能性があるとされています。ただし CNN が取材した関係者は報じられている具体的な数字把握まで推測の域だとしていて、協議はまだ初期段階で合意に至らない可能性も残っているといいます。メタもアンソロピックも CNN の取材にコメントを寄せていません。メタが別の AI 開発企業に計算力を提供しようとする狙いはどこにあるんですか？ CNN は AI 向けの計算資源が需要に対して不足している状況が背景にあると伝えています。メタのように巨額の設備投資をしている側にとっては、それを貸し出すことも投資を回収する手段の一つになると CNN は報じています。メタは今年全体でおよそ1250億ドルから1450億ドルの設備投資を計画していると CNN は伝えていて、これはメタの年間の設備投資全体の規模を指す数字です。ザッカーバーグ氏自身も5月の株主総会で外部の企業からほぼ毎週計算力を変えないかと聞かれるという趣旨の発言をしていたと CNN は伝えています。実現したらメタにとってはどういう立場になるんですか？ CNN によりますと、実現すればメタが外部にクラウドの計算力を提供する側に回るのは初めてで、 Amazon、マイクロソフト、Google など主要なクラウド事業者と同様に外部へ計算資源を提供する立場になる可能性があるとしています。アンソロピックはすでに Google や Amazon などと大型の計算契約を結んでいるとされています。ただ今回の件はニューヨークタイムズの報道の時点でもまだ初期段階の協議で、実際に合意に至るかどうか、正式な規模や条件がどうなるかはまだ分かっていません。続いては AI の安全性をめぐる政権内の検討の話です。ブルームバーグが7月17日関係者の話として伝えたところによりますと、トランプ政権が業界も関わる形での独立した AI モデルの安全審査機関の創設を検討しているということです。ブルームバーグによりますと、ベッセント財務長官が案作りに関わっていて、証券取引委員会 SEC のもとに金融業界の実質規制機関フィンラニにた仕組みを想定していて、ホワイトハウスのワイルズ首席補佐官が検討を進めているとされています。想定されている仕組みでは、最先端級の AI モデルを公開の最大30日前に企業が任意で提出し、サイバー攻撃や生物学的リスク、 AI の欺瞞的な振る舞いなどについての安全性テストを受けるとブルームバーグは伝えています。企業が任意でモデルを提出するこの仕組み、業界の側はどう見ているんですか？ブルームバーグが取材した業界関係者からは、その場その場で変わる規制よりあらかじめ予見できるルールを求める声が上がっているとされています。似た方向性を示す動きは他にもあって、 Google、ディープマインドの最高経営責任者ハサビス氏も7月中旬、独立した AI の監督機関を作るべきだと公に提唱していたとアクシオスは伝えています。ただしこれはあくまで独立した別の提案として伝えられていて、政権が検討しているとされる案そのものへの支持を示す発言ではありません。この仕組み、資金とか具体的にはいつから始まるんですか？ここはまだ分かっていません。この仕組みの資金がどこから出るのか、 SEC が具体的にどんな役割を担うのか、始まる時期はいずれも明らかになっていません。トランプ政権による正式な発表はまだなく、あくまで検討段階の報道です。続いては AI をめぐる国際的な新しい枠組みの話です。中国国営の新華社通信によりますと、今月16日上海で29の国と地域が世界 AI 協力機構、英語で WICO の設立協定に調印しました。新華社通信は本部は上海に置かれ、独立した政府間の国際機関になると伝えています。新華社通信によりますと、中国からは王毅外相が署名し、参加国としてカザフスタン、ラオス、パキスタン、ロシア、インドネシアなどの名前が挙がっています。調印式には国連のグテーレス事務総長も出席したと新華社通信は伝えています。国連みたいな組織がもう一つできるっていうことなんですか？そう言い切れる段階ではありません。
政府間機関を掲げてはいますが、国連の一部だとか国連と同等の権限を持つ組織だと確認されたわけではありません。グテーレス事務総長が出席したことだけをもって国連の承認や指示があったとは言えません。新華社通信は機構が掲げる目的として AI の国際協力とグローバルなガバナンスを進めること、 AI を有益で安全公正なものにすることを挙げています。日本とかアメリカも入っているんですか？新華社通信が伝えた3カ国の名前の中にアメリカや日本、ヨーロッパの国々は挙がっていません。協定への調印が伝えられた段階で実際にいつから活動を始めるのか、批准の手続きがどうなっているのか、機構がどんな権限や予算、実行力を持つのかは発表からは分かっていません。続いては宇宙開発の現場からのニュースです。テッククランチの報道とマスク氏の X 投稿によりますと、米時間7月16日、スターシップの通算13回目、V3 型としては2回目となる飛行試験がブースター点火の直後、一部のエンジンが始動せず自動中止となりました。マスク氏は X で、一部のエンジンが始動せず自動中止がかかったと説明しています。点火してから途中で止められるものなんですか？はい、テッククランチの報道によりますと、今回は点火の後、実際に機体が飛び立つ前の段階で一部のエンジンの始動が確認できなかったため自動で打ち上げが中止されたという順番だとされています。マスク氏は7月16日の投稿で、ラプターエンジン2機を交換する予定で、次の打ち上げの試みは来週初め飲み込みだとしていますが、これはあくまでマスク氏当事者側の説明で、エンジンが始動しなかった根本的な原因はまだ明らかになっていません。月着陸とかこの先の計画には影響あるんですか？ベースコムの報道では NASA の有人月着陸計画アルテミス3は2028年頃へ後ろ倒しになるとも伝えられていて、月着陸船版のスターシップの開発ペースが注目されているという文脈はあります。ただし今回の自動中止がアルテミス3の予定に影響したと確認されたわけではありません。直接の関係はまだ分かっていません。次回打ち上げの正確な日時や今回の中止についての NASA の公式コメントも台本の確認時点では見当たりませんでした。最後は教室に入ってくるロボットの話です。地元報道機関ニューヨークフォーカスによりますと、ニューヨーク州西部セネカ族居留地内にあるサラマンカ市の学区が今週から人型ロボットサリーを教室に導入する予定だということです。この学区はおよそ1300人の生徒がいて、経済的に困窮する家庭がおよそ8割を占めるとされています。ニューヨークフォーカスは学区の契約書を確認したとして、契約額が$57,590で定価の$95,000から値引きされていたと伝えています。教室では具体的にどのように使う計画なんですか？位置づけは AI 教材と連動した学習支援だとされています。生徒は個別の ID に紐付けて対話し、ロボット側は過去の対話履歴を参照する仕組みだとされています。ニューヨークフォーカスが取材した実演では、いじめの相談を持ちかけたところ、信頼できる大人に相談をと促す応答があったと伝えられていますが、これは実演時の一場面であり、実際の教室での効果や安全性を示す検証結果ではありません。データの保存期間や保護者の同意、確認の仕組み、大人による見守り体制がどうなっているかは報道からは分かっていません。先生とか親御さんたちはどう思っているんですか？学区の教育長は禁止するより正しい使い方を教えるべきだという趣旨で導入に前向きな考えを示しています。一方でニューヨークフォーカスの取材に応じた保護者の一人からは、地域の価値観と合わないという趣旨の懸念の声もあったと伝えられています。実際にどんな効果があったかをどんな指標で測るのかはまだ決まっていません。今日お伝えするニュースは以上の5本です。今日は AI の計算基盤をめぐる話、安全審査の在り方をめぐる検討、そして国際協力の構想まで、それぞれ別々に報じられた動きをお伝えしました。教室で AI を活用しようという計画もありましたが、効果やデータの扱いなど確認すべき点はまだ残っています。気になるニュースがあれば高評価やチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。以上、海外テックニュースをお伝えしました。みなとミントでした。